こんばんは。はるけです。今回は RTTF イベント解説になります。今週末からですね、開始をされる予定になっている新イベントですね。こちらのイベントはですね、毎作あるものになってますので、過去作を振り返りながら解説をしていければなというふうに思います。なので、初心者の方だったりとか、始めたての方だったりとか、参考にしていただければ嬉しいなというふうに思います。で、RTTF どういう風なイベントになるのかという話になるんですけれども、ロードトゥーザファイナルといって、そのウェファ大会ですね、CL とか EL を含むそのウェファの大会と関連をした、そんなイベントになってます。で、また特徴の一つとしてライブイベント、ライブカードといって、このカードがどんどん能力が上がっていくという、そういう風な、イベントになってますね。前作だと、こういう風な感じでだんだんその決勝に行く、もしくは優勝に向けてですね、だんだんと能力が上がっていったという風なことになります。選手自体が活躍するっていうわけではなくって、前節の試合に出ていない選手でもそのクラブが勝っていけば、こういう風にアップグレードされていくっていう風な、カードになってますね。で、またこれ CL なんですけど、EL の場合もあって、また若干最初のアップグレードがね、違うんですけれども、基本的にはだんだん決勝に行く、もしくはそこで優勝するという風なことによって、だんだんぐんぐん能力が上がっていく、スキル逆足も変わっていくという、そういう風な、イベントにはなってますので、だから選手の値上がりっていうのが、ちょっと高くなっていく。勝ち上がれば勝ち上がっていくほど、その選手は、高くなっていってる。値段も、能力も高くなっていってるという風な、そういう風なイベントになりますね。で、そしてここからはですね、前作の RTTF の輩出の選手を見ていきたいなというふうに思います。こちらになります。FIFA23 の時の RTTF 輩出選手になりますね。やっぱり目玉としてはフィルミーノだったりとか、マルティネッリ、ゴレッツカ、アラバ、マルシャルとかあたりやったかなというふうに思いますね。で、やっぱりカンファレンスリーグの選手は当たるのみというふうなことになっていて、CL の選手がね、一番多くって、次 EL でっていうふうな形に、なってます。これは多分、今作も変わらないんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、やっぱりビッグクラブの選手たちが多いですし、勝ち上がってほしい、かつ勝ち上がるんじゃないかっていう期待も込みで、ビッグクラブの選手たちはですね、基本的には値段は高くなります。もともと初動のこの初期の能力の割には高い、ね、値段をしている選手でも何名か、いますね。やっぱりアップグレードされるんじゃないか、そのアップグレードを見越しての値段にはなってくると思いますね。で、またそれは EL に関しても同様で、時にそれは逆に怖くなりますね。値下がりっていう風な部分で言っても、特にフェラントーレスなんかは前作の記憶が正しければですけど、バルサが敗退をしてしまったと思うんですね。予選でというかその、グループステージ突破できなくて。で、その中で、やっぱりバルサなんで決勝とかにね、行く可能性があったカードかと思うんですけれども、まさかの、早めにアップグレードが断念されたことで、20万、30万ぐらいだったと思うんですけど、初期は。で、それがもうぐっと5、6万ぐらいに下がったっていうこともあるので、そういう値下がり、値段変動っていうのも、楽しめる要素かなというふうに、怖いですけど楽しめる要素かなというふうには思いますね。で、基本的にやっぱ今作で言うと、マンチェスターシティの選手だったりとか、もちろん、リバプールとか、アーセナルの選手、そして、バイエルンとか、レアルマドリーとか、そこら辺の選手たちっていうのはね、結構いい選手が来るかなっていうふうには思いますし、あとは EL で言うとブライトンだったりとか、三笘なんかはね、TOTY のカードってのは来なさそうなんで、もしかすると EL のカードで特殊が来るっていう風なことも全然あり得るのかなという風には思いますね。かなり、強い選手たち、豪華な選手が、来るかなという風に思いますので、こういうハイスの選手も期待かなという風に思いますね。で、そして最後に SB してきた選手を紹介していきたいなと思います。まずはディアビですね。EL のカードになるんですけれども、まずクラブがね、EL の中では全然強かった。今シーズンはめちゃくちゃ強いですけど、レバークーゼンという風なことで、勝ち上がる可能性がある。かつ値段もね、4、5万ぐらいで、作れるし、そもそもこの88の能力でも結構強いっていう、ペースもね97ありますし、ドリブルもね、軽いしっていう選手なんで、かなり需要が高かった選手で、多分ほとんどの方が作っていたかなっていうのは思います。ブンデスの選手で、フランス人ではあるけど、君がね、そこまで簡単ではない選手ですけど、値段安いからスパサブで置いとこう、アップグレード待ちで置いとこうっていう方もおられたんで、
かなりの人数の方が作っていたかなと思います。で、また最終的にレバークーゼンも、ぐんぐん家の中で勝ち上がっていって、最終的に91かぐらいかまで多分いったというふうに思います。なので、かなり作ってよかった、SBC 選手にはなってましたね。でそして続いて、モーメントのファンデベイクですね。ファンデベイクが登場をしてました。ファンデベイクなんかはですね、結構、需要的にはそんなに高くなかったかなっていうふうには、思うんですけれども、ただその中でですね、こういうふうにモーメントのカードっていうのも来る可能性は RTTF 期間にあるかなというふうには思いますね。レースは高かったんですけど、どうしても若干使いにくさが、あったりとかして、個人的にはペースがもうちょっと速かったらより良かったのかなっていうふうには思います。で、そして目標の選手としては、ブライス・メンデスが来てましたね。ソシエダの選手になるんですけど、なので、ソシエダの選手は輩出の選手として出てくるのではなくって、目標の選手でブライス・メンデスっていう風な感じになってましたね。で、このような感じで、RTTF、それこそ決勝トーナメントに進んだクラブはですね、全員このカードが、来ますので、輩出の選手で来てなくてもですね、SBC とか、目標で補填をされるっていう風なことも全然ありますね。で、このファンデベイクだったりとか、ディアビだったりとかは、このイベント開始されて1週間の間にね、来たんですけれども、やっぱり CL とか EL っていうのはね、長く続いてはいっても、決勝まで言っても多分もう3、4ヶ月ぐらいね、ある大会にはなりますので、今から考えても。その中で、新イベントとかは始まってるんですけど、その中でエイブラハムだったりとかも来てましたし、結構ね、その RTTF 関連の、カード、SBC っていうのも、この先、全然出てくるかなっていう風に思います。エイブラハムもめちゃくちゃ、需要が高かった選手。エイブラハム対ディアビっていう、多分去年の EL の、準決勝かなの多分カードだったと思うんですけれども、どっちも勝ってほしいみたいな、そういう風なカードとしてね、エイブラハムは、いましたので、そういうような形で、時期が過ぎても、それこそ RTTF のね、配選手が終わったとしても、こういう風な形でエイブラハムみたいな需要が高い RTTF のカードは来るのかなという風には思いますね。少しね、TOTY イベントの後っていう風な、こともあって、若干盛り下がることっていうのは十分に考えられるんですけれども、配送選手だったりとか、SBC の選手で、なんとか盛り上げていってほしいなという風に思います。という感じでこちらが新イベント RTTF のイベント解説になります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。